さんこんにちは。漫画家の下本慎です。はい、やすくです。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日はですね、またこんなお悩みが視聴者さんからコメント欄に来ておりました。出たお悩みシリーズ。かっこいい男の子が描けません。そもそも男の子が描けません。男の子の描き方を教えてくださいという。ああ、じゃあ要約すると、イケメン男子描けない。そういうこと。わかるその悩み私すごく。私も小学校ぐらいの時、すごく描けなかった男の子。でも今は、逆に言うならもう少女漫画っていうのはイケメン男子を描かなきゃいけない。そうなの。だから、今回の動画は、女の子描けてるけど、男の子描けないんだなって人に向けた男の子の描き方をステップ別に教えたいと思います。おー、ステップ別いいね、これまた。これで多分最終的にはみんな描く男の子描けるようになると思うので、ぜひ一緒にやってみてください。はい。それでは早速やっていきましょう。ということで、じゃあ早速男の子の描き方やっていきます。はい。じゃあまずステップ1ですね。まずはですね、自分がいつも描く女の子を準備してください。女の子はこの動画描ける前提でいくので、まあ描きやすいやつでいいよ、自分が一番。描きやすい女の子を用意して、こっから男の子にしていきたいんだよね、この子を。これ女子なんだ。これ女子ね、女子。あ、短めの女子。そうだ、せっかくだから、ショートカットのよかったら女の子を用意してくれた方が男の子化しやすいと思う。はい。で、ショートカットのいつも自分が描きやすい女の子を描いてみてください。その1、目の幅を細めるです。はい。これとこれ大きく違うのはもう目の幅だけなのね。で、まあ大体この女の子の幅がここからまあこれぐらいだとしたら、まあこの子の幅がこれからこれぐらい。まあちょっとだけどさ、ちょっとやっぱ目を細めてる感じ。目だけをちょっと描き出してみると、このイメージで描いていた目を、こういう感じにしている。まあこれ一番最初の初心者のおすすめファーストステップ。まあ正直まだこれでは女の子に見えるって人もいるだろうけど、でもこれよりはこっちの方が男の子に見えると思う。確かに。ということで、一番最初まず女の子しか描けない人、目を細めるっていうのを意識してみてください。じゃあ次のステップいきたいと思います。はい、じゃあ次もまた自分の描きやすいショートヘアの女の子を用意します。まあさっきと同じなので全然みんな大丈夫だからね。じゃあ次いきます。ステップ2はこうなります。さっきの目を踏まえた上で、さらに顔の長さを伸ばすです。伸びてんのこれ。そうだね。顔の輪郭の話ね。まあこれがこの子の顔が、まあ目の位置も一緒に合わせてみたいから、顎がこの辺だとするじゃない？で、この子の頭がこの辺だとすると、この男の子はとここら辺。で、目の位置がこの辺で、頭の位置がこの辺まあ伸びてると思うんだよね、横の子に比べて。ほんと、まあ確かに言われたらね、ここね。まあ要はここの幅が伸びてると思ってくれたらいい。目とから顎の位置の幅が特に伸びてるっていう。ちょっとわかりやすいのまたこれも抜き出してみると、こんな感じ。ちょっとこの十字の線が女の子に対して上に来るの分かるかな。で、あと顎のこの横線の角度が、下のここのさ、三角形のこの角度が、この子はこれぐらいに対して男の子はこれぐらいで、ちょっとこういう風になってるの。これを意識してみると顔って伸ばしやすいと思う。顎がちょっとシュッとする。でもこのちょっとでだいぶもう雰囲気違う。あと首をちょっと太くしてます。女の子に対して。でももうここでさっきとはもうだいぶ違うと思う。もう女の子男の子っていう違いがだいぶ出てきてると思います。確かに目もあるけど、確かに全然違うわ。そうでしょ。輪郭が違うんだよね、そもそも。ちなみにこれはね、大人子供を変える時にもやる手法なんだけど、まあ男女での時もこれぐらい変えてみるっていうのも全然ありだと思います。なるほどね。じゃあ次、3ステップ目です。はい、じゃあ次です。3ステップ目。まずは女の子、今度はできたら上半身ぐらいバストアップで描いてみてください。で、これ、じゃあ自分が描く女の子、描きやすい女の子でいいよ。じゃあこれを今からちょっと男の子にしていて思います。はい、3ステップ目は、体をゴツゴツさせる線を直線的に描くっていうことです。まず体をゴツゴツさせるポイントとしては、この首のところなんだけども、女の子の首っていうのはストレートの線でスースーっと描いて、顎がこの辺にあってね、正直もうこれだけなんだ私描くのは。あとは首の影をちょっと描くかなぐらい。男の子の首を描く時っていうのは、まず太い幅がね、太くて直線的にクックって描いた後、首の付け根もクックって感じで出す。女の子はこうなでらかな線、男の子はこういう角度の線にするの。角なんだちょっと。で、首筋をスッスッと描く、首筋の線。なぜか喉仏
時の線とかもこうやって描いたりする。あー、あるある。で、もう全然、ここの印象がもう男女で全然変わる。ほんとだ、違う。で、あとは、腕のこういう細かいところなんだけど、こう体とかもなんだけど、こういうところを丸く描く。こういうのところを丸く、女の子の線はね、丸く描いてんの。なでらかにね。そう。こう、イメージとして女の子が丸で、男の子が四角なの。へー。本当に超究極イメージね。極論ね、それ。男の子描くときっていうのは、こう。で、ここも、クってイメージで描いてる。はい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 。クック。これは丸。これはクックみたいな。要はこの直線的な、曲線的なイメージと、こう、ほにゃほにゃっていう線と、こういうイメージ。はいはいはい。で、線を変えていくと、だいぶ男女の違いって出てくると思う。あとは、もう胸だよね。女の子の場合は胸が出る。男の人は胸がないから、ここがストーンと落ちる。女の人はここが丸みが出るけど、男の人はストーンとさせる。なるほどね。ここは男女で大きな違いが出るところかなっていう。でも洋服によってはあんまりこの胸とか強調されないから、そういうところよりもやっぱ体のこの丸みと体のカクカクさみたいのを初心者の人は意識するといいと思う。丸々カクカクを意識するのね。そう。初心者の人がやりやすいのはそうだと思う。やっぱ骨格をいきなり意識して変えろって言われてもめちゃくちゃ難しい。確かに。そもそも骨格ないやってとこが始まるから。でもまあ体の線を丸っぽいイメージで描く、カクカクで描くっていうのは割かしイメージできると思う。まあ自分でこうイメージっていうかさ、それいう風に描くっていう風にインプットしてればなるもんね。そう。だから骨格はそんなもう初心者として意識しなくていい。せめて言うんなら女の人の方が肩幅細く、男の人の方が肩幅太くぐらいは意識してもいいと思う。なるほどね。でもそれぐらいで大丈夫だと思うので、ぜひこの丸と四角みたいなイメージでちょっと線も変えてみるイメージで描いてみてください。で、最後です。はい。最終ステップ。はい。ここに戻ってきます。もう一回女の子の顔。最後、今まで言ったこともう一回全部忘れていい。っていうのも、やったけどやっぱ書けないって人いると思う。言われたけど書けないって人いるし、ここまでやったけどね。私思うんだけども、多分、小学生とか幼い人の方が男の子を書けないと思う。でも私もそうだった。それね、中学生、高校生とかになるにつれて、同級生の男の子は、やっぱどんどん女の子と体の形とかが変わってくるのを、日常として多分ね、みんな見るようになると思うんだよね。そうすると、自然とね、やっぱ書けるようになる。なんていうかな、やっぱ男女の違いっていうのが、リアルな生活の中でみんなが感じてくるから。小学校の頃っていうのは男の子と女の子ってほとんど体に違いがない。まあ確かにヒゲも生えないしね。そうでしょ。でもやっぱ中学校、高校ってなってくるにつれて、どんどん男女の違いっていうのが出てきて、自分がそのステージに立ってくると、自然となんとなくそれを書けるようになってきたりするもん。まあ体もなんか男の人の方がちょっとゴツゴツ出てくるし、ね。そう、なんかね、それがやっぱ同級生の男の子をみんな一番見てると思うんだよね。そう、やっぱ同級生の男の子が自分と同じような見た目をしたら、それは女の子っぽくなる。もうさ、しょうがない。私も多分小学生の時に一番男の子がうまく描けなくて、中学生、高校生ってなるにつれて、だんだん男の人が描きやすくなっていったのは、多分そういうことなんだと思ってる。だから今小学生とかでうまく描けないってあって悩んでる子はもしかしたら年取ることに自然と男の子が描けるようになるかもしれないからあんま焦んなくていいと思うのね。でもそういう人に向けてそれでもやっぱ描きたいじゃん男の子はね。イケメン描きたいよね。描き分けたいじゃん。ということでの最終的なもう最後の奥義を教えたいと思います。究極奥義。今できる究極奥義。これまず女の子です。ただこの元の描く女の子を極力自分が描ける最高のボーイッシュな女の子を描いてください。だからこれは私が描ける可愛い女の子なんだけど究極ボーイッシュ男の子究極ボーイッシュ女の子です。じゃあこれをどういう風に変えるかっていうと最後はですね自分の描ける女の子の方を変えます。ちょっと見ててください。言うてる意味わかんない。見てください。じゃあちょっと見てください。最後は女の子の方を思い切って変えてみるです。そういうことなんだ。そういうこと。これね、私もともと女の子描いてるよ。これさっきまでこれいなかった時これ女の子だとどう見てもね。でも、ここにこれが出てきた瞬間、こっちが男の子に見えて、こっちが女の子に見えるよね。見える。これは、私はいつもはこれが女の子なんだけど、あえてもっと目がでっかくて、もっと顔の幅を縮めて、もっとなんかプニッとした子を用意してみた横に。だから本当に言うなれば、下の小学生っぽい。小学生女子、小学生男子ぐらいの雰囲気あるでしょ。っていうのもみんな女の子はもう現状描けるわけだから、女の子描くのは得意なんだと思うんだよね。だったらいっそ女の子の方のバリエーションを増やしてみるっていう感じで、女の子をもういっそ変えてみて、まあ男の子がいい感じに描けるようになるその日までは、あえていつも描く女の子を男の子にしてみて、女の子をより女の子にしてみるみたいなやり方も最後はありなのかなと思ってます。なるほどね。そこの発想はなかった。究極奥義。もう究極奥義だけど、今私
私が言った1、2、3ステップやってみて、どうしてもうまくいかないという人はこれ試してみてください。なるほどね。そしたら結構もう多分これでいけると思うよ。確かに、これは明らかにこっち女子で、言われたらこっち男子になる。なるでしょ。なる。という感じでよかったら、じゃあみんなよかったらかっこいい男の子を描けるように練習してみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下田慎と。バイバーイ。